皆さんこんにちは、みなみです。今回は私が持っている写真集の紹介をしたいと思います。私は結構人の写真も見るのがすごい好きで、インスタグラムとかツイッターでももちろん写真を見ますし、ちゃんと写真集を買ってそれを眺めるっていうのもすごい好きなんですけど、自分を騒がせる、自分の心を騒がせるためにすごい必要なものだと思うので、私が今まで撮ってきた写真がどういうふうに影響を受けて前回までの動画みたいな作例になっているのかみたいなところとかを紹介できたらいいなと思います。まず一つ目がこれです。エイタさんの写真集です。まずこれを買った理由っていうのが、最初被写体撮影がもう超絶下手くそで、でもやってみたい分野だったんですよ。だからちょっととりあえず目に入ったインスタグラムで見てて、そのエイタさんが写真集を発売するっていうのを見て、何か参考になるものをとりあえず買おうと思って買いました。はい。で、私写真集見るときって皆さんどういう風に見るか分かんないんですけど、まず一回こうやって全体を見たいから一個一個全く深く見ないでこうやって見るんですよ。全体をまず楽しんでから一個一個こうやってゆっくり見ますみたいな感じではい見てます。でこの写真集の良かったのは、そのエイタさんだからこそ撮れるその被写体の俳優さんとか、著名人の方との距離感っていうのがもう分かりやすかったっていう点ですね。きっと他の人が同じような場所で同じように撮ったとしても、きっとこういう伝わり方はしないんだろうなって思います。で、私も今結構友人を撮ったりとか、あと妹とかも撮るんですけど、自分にしかその引き出せない表情とかってやっぱりあるなってすごい思います。私結構好きなのは自然な表情ってやっぱりいいですよね。こういう特に普段から俳優さんとかモデルさんとして活動している人がやっぱりクールに決めたいとかっていうのはよくあると思うんですけど、このエイタさんの前だけで見せるちょっとおちゃらけた表情とか、なんだろうな、ふざけた感じ、自然体な感じがもうすごい私には素人ながらすごい刺さりました。ではいはいすいません。2冊目はこちらです。奥山さんの有名なやつですね。広瀬すずさんの記念写真集です。で、恥ずかしながらこの時はあまり奥山さんの素晴らしさを知らず買ったんですけど、もうこれを見て、もうこれはすごい色の使い方が私すっごい好きで、また衝撃を受けた写真集の一つです。私この写真集とか見ていつも不思議に思うのが、写真とかあまり関係ないんですけど、この本として仕上げる時の空白余白とかってどういう意図で作ったんだろうってすごい思うんですよ。例えばこっちのページ何も書いてなくて、こっちに広瀬すずさんがいらっしゃって、なんでこういう使い方したんだろうとか、これとかも右に写真寄ってるじゃないですか。なんでってすごい思うんですよ。こういうのをゆっくり考える時間も込みで写真集見るのすごい好きです。あと結構ブレがいい味出してたりとか、この写真集あれなんですよ、指が入ってるのとかもあるんですよ。結構指入ってる写真とかって除外しがちじゃないですか。でもそれがまた一つの味になってたりとか、いいですよねこの感性。とりあえず色合いがもうものすごく好きですね、奥山さんの写真集は。で完全にこれで奥山さんすごいってなって、
これ買いました。ちょっとだいぶ読んでて汚くなってるんですけど、ごめんなさい、本当にごめんなさいこのベストビフォー買いました。写真集をこれを読んだ後に撮った妹の写真があるんですよ。なんかその時はこういう風に撮るとこうなるとかあまり知らないで撮ってた時なんですよ。でなんかこうなんだろうな、とりあえずこういう写真撮ってみたいってこの写真集とこの広瀬すずさんのこれを見て思った時に撮った写真がこれです。でこの写真はシャッタースピードをものすごく遅くして手持ちのなんか色付きのファイルってあるじゃないですか。あれを5色分ぐらい手元にあったので、それをまず写してから壁に、もたれかかってる妹を撮影したんですね。なんかシャッタースピードを使ってその時にこういう写真ってできるんだって試行錯誤しながら撮った写真なんですけど、なんかこの奥山さんの写真を見てなんとなくこういう写真撮ってみたいなって浮かび上がった写真です。なんかもしかしたら例えば多重露光とか使って同じような写真はできるのかもしれないんですけど、やっぱり一つ一つの写真にどれだけ思いを込めたかによって私自身が撮った写真に対する私の評価っていうのはやっぱり変わってくるなって思います。で私この写真集の一番最後にこの奥山さんがなんか自分はどういう人間かみたいなのを書いていらっしゃるんですよ。なんかそう僕は矛盾に満ちているって言って、なんかその123 6行すごい共感して、私同じだわと思ったんですよね。なんか、謙虚でわがまま、神経質で鈍感、心配性なのに怠惰、マイペースなせっかち、欲深いくせに品を求める、そんな自己否定が激しい自信家っていう、もう私だと思いました。なんかちょっと嬉しかったです。同じだと思って。人間ってそういう矛盾で満ち溢れてるから、ちょっと人間らしいところが出てきて面白いですよね。なんかこういう風に私一個一個こういう写真集とかもすごい隅から隅まで読んでしまいますね。楽しいですよこれ。皆さんぜひ。ちょっと重たいんです。2キロあったかな、2キロあるんですけど、ぜひ。はい。で次に紹介するのは代田橋にある有名な写真集がたくさん置いてあるお店で買ったものです。ずっと行きたくてやっと行けたんですよ。あれいつ行ったかな、夏に行きましたので数ヶ月前ですねに行きました。でそこで買った一つ目がこれです。これはスタンレー・バーカーっていうちょっと有名だと思うんですけどっていうところが出版している本です。本じゃない、写真集です。はい。で私これどこで買ったかメモして、多分その時買った時に説明していただいたことをここの付箋で貼って、最初のページっていうか表紙の裏に貼ってるんですけど、そもそもこの出版社は有名かつ、良いって言われている写真家の写真を監修している出版社で、この写真集自体は絶版なので買っておいて損はないと言われましたね。で有名な写真家たちが必ず参考にしているというものだそうです。こちらです。はい。で私も結構日常を切り取るのが多くて、だからすごい参考には確かになりました。日常を切り取るってなんかどこにでもありふれてるその場面を切り取るっていう面ではもしかしたら誰にでもできることなのかもしれないんですけど、それでもこういうふうに人を動かすような写真を撮るっていうのはおそらく難しいなと思うんですよ。で私も結構写真を撮るときになんて言えばいいんだろうな、本来であれば誰の記憶にも記録にも残らなかったその瞬間っていうのを、あったかい瞬間として記憶に残せたらいいなと思って私は写真を撮ってるんですけど、日常のスナップっていうのをそのコンセプトをもうまさに体現しているような
なんか写真集だなって思いました。こういうの見るとやっぱ世界行きたいと思いますね。私自身海外にバックグラウンドを持っているので、絶対に数年以内にヨーロッパにいたんですけど、ヨーロッパに一回戻って、なんかその記憶をたどりながら新たな記憶を残したいなと思ってます。このお店で実はもう一冊買ってまして、この新東京っていうのを買いました。これは日本の鈴木親さんっていう方の写真集なんですけど、これもここにメモが残っていて、この方はもともと海外で撮っていた方、ただ海外だとなんで日本人がここで撮っているんだっていう、アイデンティティが確立されていないと評価されないみたいで、だからこの方は日本人だから日本で撮るっていうのを考えているみたいで、だから写真に日本らしさを必ず取り入れるっていうことをしているみたいです。なんかすごいその視点ってすごい共感できるなと思って、海外にルーツあるとはいえ私日本大好きなんですよ。日本の風情ある趣のあるこの情景がすごい好きなので、なんか私も日本らしさっていうのを映し出せたらいいなと思いながら、この写真集を買ってから写真を撮るようになりました。ただやっぱり日本らしさを知るためには外を見ないと比較対象がないので、そのためにも海外には絶対行こうと思ってます。なので写真集紹介なのにすごい見始めてしまうと止まらないので一旦これはしまいますはい、最後の写真集はこちらです。蜷川実花さんの写真集です。この方の写真ってすごい色鮮やかなイメージがあるんですよ。すごい一つ一つの存在感のある色が全部共生してる、ちゃんとそれぞれの色が存在感を解き放っていて、なんかこの表現方法って可能なのって思うような写真であるなって私は思ってます。でなんか私はこういう表現方法をしないというか、なんかちょっと違うので、なんか自分とは違う表現をしているっていうのもすごい興味深いなと思います。であまりにも色鮮やかすぎて、私の日常ってこんな風に彩られてるっけってちょっと思います。そのぐらいすごい一つ一つの色がしっかりしてて、そういう印象を受けました。自分ではそういう表現方法はしないけど、それを否定するわけでもないし、なんか自分とは違う観点を持っているっていう、なんかそういうのに気づかされた、写真集でした。なんかあれですね、色すごいですねはい、はい、いかがでしたでしょうか。以上が私の持っている写真集の紹介でした。やっぱり一人の表現者であるっていうことで、なんか自分の心を常にざわつかせる刺激って大事なんだって思うんですよ。でなんかこういう観点があるんだとか、この人ってこういう物事の捉え方するんだみたいな、なんかいろんな情報を吸収する素直さっていうのは常に持っていたいなって思ってます。吸収する分にはいくらでもできるし、なんかそれをその吸収した情報を、いかに自分の中で噛み砕いてなんか選定するか、この選定作業の中で自分らしさ、自分の芯っていうのが持てればいいのかなと思っているので、もういろんな方の意見とかを吸収したいなって思います。なんかそれを吸収するだけでもすごい自分の表現の幅って広がるんじゃないかなって思うので、これからもいろんな写真集だとかいろんな人の意見だとか、自分の心をざわつかせる方法を模索しつつも、自分らしさを確立できたらいいなと思っています。はい、今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。